これはちょっと高級のビビンバですよね。なんで？僕が作ってるから。皆さんこんにちは。今日は前回のナムルを使ってビビンバを作っていきます。ビビンバの上に肉を乗せる。この前チャプチェと同じ感じの肉を作りますね。2つのやり方を見せるために、こっちは炒めて、この前の海苔巻きと一緒です。これは茹でて味付けをしてナムルにしますね。じゃあまず人参スライス、サラダ油、人参、そこに塩少し、味の素少々。ビビンバはいつ食べる料理ですか？家では簡単に言えばお母さんが面倒くさい時食べる。何でも入れて混ぜるから。で、一人暮らしの方も面倒くさい時食べるんじゃないかなと思いますね。でもわざわざこうやって作っては食べないですね。基本冷蔵庫にある材料を入れて食べるっていう感じですよね。人参が中まで火が通ってきたらこれは OK ですね。ビビンバの具材はコチュジャン最後にかけて混ぜるから野菜は味は薄くていいです。あと大根も同じ感じでスライスします。これこのまままっすぐでもいいし斜めでもいいですけど、僕はまっすぐに今日やります。できればこのぐらい少し薄く。じゃあ水が沸いてきましたね。ここで少し塩水に大根を茹でます。そういうこと。大根も先週のもやしと一緒で入れて1回沸いてきたらだいたい1分ぐらい。大根も火入れすぎちゃうともう溶けちゃうんで、あとボイルしたくない方はやっぱりさっき人参みたいに同じ感じで炒めていいと思います。さあ真ん中までボコボコ沸いてきましたよね。これでもう火を消して大丈夫です。これ OK。水気をしっかり切って、大根の味付けをしますが、これをナムルで食べる方はニンニクを入れてください。そのままビビンバで食べる方はニンニクいらないです。これ塩、じゃあ味の素少々、ここでごま油1周2周ぐらい、これで和えれば、じゃあこれでビビンバの具材は完成。じゃあ牛肉の用意しますけど、これミンチでも全然何でも関係ないんで、ニンニク、醤油中さじ2つ、これを軽くもみもみしますね。これもビビンバの具材になりますね。牛肉を炒めていきます。今僕は牛肉やってますけど、豚肉でも牛肉でも関係ないんで、じゃあこれも火が通ってきました。じゃあこれから何を作るかっていうと、一番大事なのコチュジャンですよね。混ぜるソースを作ります。これコチュジャン 100g、 砂糖大さじ1つ、みりん 30g、 みりんじゃなくて水飴でも大丈夫です。あとごま油 30g で、これをよく、ごま油入れちゃうとビビンバ食べるときごま油かけなくていいから、ちょっと多めに入れました。ここにごまを入れてもいい。でもごまは僕は最後にかけるから。じゃあこれでビビンバの用意全てできたんですよ。先週作ったナムルも出して、一緒に今日ビビンバの盛り付けやりますね。じゃあこれで先週作ったナムル、今日作った肉とナムル。ビビンバって目玉焼き、やっぱり目玉焼きが焼ける間に盛り付けをしていきます。彩り、まずもやし、真ん中は少し開けてください。ゼンマイですね。人参、ほうれん草、この毎日作ったナムルだと味がしっかりついてるから少量でも大丈夫ですね。大根、
真ん中に肉。ここでポイントはご飯が見えないように、そっちの方が美味しそうに見えるんで、もう目玉焼きはもう出来上がっているから丸く焼いた目玉焼きをそのビビンパ真ん中に乗せます。石焼きビビンパは火をかけます。卵を真ん中にポンと乗せればこれで完成ですね。でこうやって置いてごま、これでビビンパ2週間にかけて完成しました。早速食べます。これは普通のビビンパ、これは石焼きビビンパなんですけど、これさっき作ったコチュジャンなんですけど、これは好みで合わせて入れてもらえば、僕はこれ入れて味見しながら入れますね。よく混ぜてください。これご飯と具材を。これはそうだ、海苔最初からかけた方が絶対美味しいんで、スープもあればいいかもしれないですね。食べるとき混ぜるとき大変だったらスープを一口二口入れちゃえば混ぜやすいですよね。これはちょっと高級のビビンパですよね。なんで僕が作ってるからYouTube を始めたばっかりの時、アサリビビンパやったんですけど、そこで一緒に作ったスープと一緒に食べてもいいと思います。こうやってこれめちゃくちゃ美味しいよ。これは絶品です。間違いなく。すごく美味しいよね。その一応ビビンパって韓国の中でも店によって場所によって入ってる具材とかも全然違うんですよ。前に何をつけるかによって変わってくるんで、この前作ったのもアサリビビンパっていう名前だったから、これは基本のビビンパ。韓国人はビビンパっていう考えればこういうイメージ考えるんですよね。ナムルが入ってゴチュジャンソースに混ぜて食べるご飯。あとよくのお客様の中でビビンパはわからない方は丼みたいにご飯と野菜をバラバラで食べるお客さんもいるんですよ。やっぱりスタッフが見たら説明はしますけど、ビビンパってやっぱソースを入れてよく混ぜて食べるご飯だから、よく混ぜて食べてほしいですよね。今日は美味しいビビンパを作りました。まずナムルからですよね。冷蔵庫に置いてあれば楽だから。じゃあもうそろそろ賞味期限が切れてしまう感じになったらビビンパにすればいいんじゃないかなと思います。よし。